こんにちは、大学の翔也です。今回は4畳半のスペースに30センチ小上がりの畳の間を作っていきたいと思います。この4畳半のスペースですけども、もう床が張ってあります。これはこの家全体を張るときに少し訳ありの板を床下にですね、ゴミが落ちないように張ったものです。捨て張りの捨て張りみたいにして張ってあります。張ってから日にちがだいぶ経っているので、またこの上から大きめの釘でもう一回打って床なりやきしみのないようにしておきます。最初に高さは見てありますけども、もう一度確認しておきます。まずはじめに床下の引き出しの収納の骨組みを作っていきたいと思います。これは 30mm の杉の修正台です。杉の修正台はヒノキに比べて半分しか重量はありません。引き出し収納は引き出しが3つつくようになります。狭いスペースですけども、引き出し自体は改めて建具屋さんに作ってもらうんですけども、その骨組みを箱みたいなもんですね、それを一体化一つとして作っていきたいと思います。この修正台も製品そのままではなかなかしわりがあります。曲がっているのでまっすぐ削ります。まっすぐ直しておかないと、この定規をかけて切るときに直角が出ません。間仕切りの縦4枚を切っていきます。引き出しの寸法はこの高さしかありません。4枚揃えてサンダーをかければきれいに長さは揃ってくれます。修正台ですけども節なしです。正直引き出しがつきますと全然見えないんです。もったいない話なんですけども、この材料を持ってきてくれたのでこれを使っていきます。各パーツができたので組んでいきます。組む時でも少しクランプをかけて補助的に挟んでやりますと、このビスを打つ時でもとても楽です。これ上も下も全然見えないので、普通にビスを揉んでいきます。この材料は杉板なので割れないと思うんですけども、念のためにこの両端はこの下穴を開けてビスを揉んでいきます。収納の骨組みを定位置につけていきます。正面にかぶさるように引き出しの鏡板がつきます。全然見えないんですけども、ビスで留めたとこはタルテンで少しでも見場を良くしておきます。
裏側の板を張っていきます。裏側をしっかり張っていかないと裏から虫でも何でも入ってくるので、剥く板で張ります。基本この家は今までも言ってないですけど、建材、ベニヤ、新建材、そういうものは基本的に一切使わない体に優しい素材で作るようになっています。ボンドも強いボンドは極力少なめにして体に優しい建物になっています。ここでもう一度改めて床の高さを出していきます。先ほど作った収納の下地の上場に床が乗るようにしてあります。高さで30センチ、小上がりの床、この頃流行ってるんですけども、昔の家は大きな敷が入って、この敷の分だけ20センチぐらい床が上がっていました。そういうのを真似ているような感じで、この収納を取る場合は30センチは上げないと収納は取れません。床の下地は根だらけを打つんではなくて、大引きだけで作っていきたいと思います。大引きを通常より少し間隔狭くして、この30ミリのヒノキの床ですと大引き900の上に直接貼ることができます。それで根だレスってこう言うんですけども、今回は70センチの間隔で入れていきたいと思います。床の塚はプラスカやと楽やったんですけども、角材で入れていきます。もちろん大引きと根だ交わった一番強いところで塚を入れていきます。床材を取っていきます。ヒノキの30ミリ、この材料ももう少しもったいないくらいなんですけども、30ミリなので丈夫な畳下になります。収納の箱になった部分の上から貼っていきます。1枚目は柱に当たるので両端を切り替えていきます。そして箱の下地台は30ミリですから、ボンドを塗って床板としっかり貼り合わせておきます。この床は畳下なので、この床も全然見えないんですけども、正直上から釘かビスを打てばいいんですけども、やはり斜めにビスを揉んだ方が強いので、いつも通り貼っていきます。これで小上がり床の最後の板が貼れました。次回は敷カモイを取り付けていきたいと思います。よかったら見てください。以
以上、大工の荘園でした。